うわ、美味しそうな焼き色ですよ。これです。この焼き色です。そうしたらミニトマトが入ります。煮汁が濃度ある感じですよ。美味しそうです。はい、こんにちは。シェフのホエです。今日はアクアパッツァを作っていきます。はい、それでは材料紹介です。マダイの切り身、ミニトマト、パセリ、ニンニク、オリーブオイル、塩、水です。はい、それでは今日はイタリア料理の基本ということでアクアパッツァを作っていきます。でこの料理は南イタリアのカンパーニャ州のナポリ沿岸で昔はですね、漁師さんが即興で魚と海水だけで作った料理として知られています。で今日はですね、日本で広まったアクアパッツァのレシピではなくてイタリアでよくポピュラーで作られるようなやり方で早速やっていきたいと思います。はい、ではまずはですね、本来のアクアパッツァっていうのは魚丸々1尾でそこに海水と、ニンニクとオリーブオイル、これがアクアパッツァの、一番ベースの本質の部分です。で今日は、魚1匹はちょっとさすがにあれなので、これが、切り身になって、これだけではちょっとうまみが足りないのでイタリアでもよくやりますけど、でここにミニトマトで、あとは香りのパセリが入るという形で今日はやっていきます。一方で日本でポピュラーなレシピはここに当たり前にこのアサリが入って、でそこにドライトマトが入ったりするのが今日本で皆さんが作っているレシピなのかなと思います。でこのレシピはですね、実はリストランテアクアパッツァの日高芳美シェフが作り上げた日本独自で進化した形です。今日はですね、イタリアの一般的にポピュラーでやるやり方プラス僕のやり方でやっていきます。でまずはですね、イタリアのこのアクアパッツァっていうのは本当にシンプルで、魚自身のシンプルなうまみと、であと入るうまみっていうのがミニトマトだけなんですね。なのでこの2つの味わいを最大限に引き出したいから、これスーパーで買ってきたマダイなんですが、まずはパックから出した時に、しっかりこの余分な水分を拭き取る。結構冷凍したやつ解凍してあったりとか水分量が多いので、まずはペーパーでこの水分を拭き取る。でそしたらこの後ですね、イタリアでは皮焼かないんですけど、皮面焼いていきたいので、皮には塩をしないで身側にですね、まんべんなく結構強めの塩を打ちます。これはですね、日本のアクアパッツァはアサリが入って、スープ仕立てのような料理に結構なっていくので、塩少なめでいいんですけど、このイタリアのやり方に関してはこれですね、塩が少ないとですね、もう本当味気ないアクアパッツァになっちゃうので、いつもより肉打つ時ぐらいですね、強めに塩を打つのがポイントです。でこれで5分から10分置いていって、でミニトマトも同じ考えでまず半割りにしてですね、で同じようにミニトマトにも強めの塩を打ちます。でこれでこの2つの食材から水分がしっかり出るまで置いていきます。はい、それでは5分ほど経ってだいぶ濡れてきました。でこの魚から出た水分をしっかりと拭き取る。で皮面には塩しないです。ミニトマトも表面から水分がしっかり出たので、しっかりと水分を拭き取ります。はい、それではしっかり水分拭き取ったので焼きに入っていきます。はい、それではフライパンに、大さじ1杯ぐらいのオリーブオイルとニンニク入れて火にかけていきます。でいつもパスタ料理ではニンニクがふつふつして香りが出てから次の工程っていう風になるんですが、今日はですね、このフライパンの中の温度が上がりすぎるとですね、要は魚皮面を焼いていきたいので、もう反り返って大変なことになっちゃうので、もうふつふつしない状態で、さあこの皮面を下にもう冷たい状態で入れちゃって大丈夫です。でここで温度を上げてニンニクの香りを立てながら一緒にコールドスタートで焼き始めるイメージです。で中火ぐらいでフライパンから音が鳴るまでちょっと加熱をしていきます。でイタリアではですね、もう焼くということも基本的にはしないんですね。水で煮るだけ、それがアクアパッツァなんですね。なのでこの魚の皮を焼くというのも日本のやり方です。で
温度が上がってきました。そしたら最初に魚が反り返るので、一番最初だけちょっと押してあげてください。少し押すだけで大丈夫です。最初にしっかり押してあげると、もう大体魚によるんですが、そんなに反り返ることもないので、ちょっと押して OK です。で、温度が上がってきました。そしたらまずは皮面を今日はパリパリに焼きながら、一緒にニンニクもフツフツさせている状態です。今日焼く時に意識することは、今火はですね中火ぐらいで、ちょっとこう傾けて気持ち揚げ焼きになる、この状態で焼くのが魚がパリッとなりやすくて、要は弱火でやってしまうと魚が蒸されてですね全然焼き色がつかないので、ちょっと揚げ焼きにするってことを意識してやるのが今日のポイントです。で、皮面をこうずっと焼いていくと、まだこの上の身が生だと思うんですけど、周りがどんどん白くなってくるので、周りが白くなってきたらちょっとひっくり返す目安になります。あとは焼いている時に今ものすごいこの焼いてるだけでもいい香りが立ってるんですけど、香ばしい香りが立ってくる時にひっくり返すっていう感じです。で、ニンニクはですね一緒に揚げ焼きにしてるともう焦げついてしまうので、ちょっと色つきすぎたなと思ったら魚の上に置く。はい、それで今鯛のこの周りがだいぶ白くなってきたので、香りを嗅いで香ばしい香りが立ってます。そうしたらひっくり返していきます。うわ、美味しそうな焼き色ですよ。これです。この焼き色です。そうしたらすぐにミニトマトが入ります。で、ミニトマトは断面を下です。うわ、これだけでもう美味しそうですよ。で、トマトの断面も少しだけ焼きます。そしたら今日はもうここで水です。で、水はですねだいたい 120cc ぐらい入りました。で、この中にこれから今鯛のうまみとミニトマトのうまみをしっかりと溶け出させていきたいので、一回沸かします。で、沸かしてちょっと蓋をします。で、蓋をしたらですね、中の強火ぐらいで30秒ぐらいです。そしたら蓋開けていきます。美味しそうですよ。いい状態です。で、ここからですね、もうイタリアのアクアパッツァっていうのは、ここから水分を詰めていって、スープ仕立てではなくソースにしていきます。で、日本ではここにアサリを入れていって出汁が入るので、もうそれだけでスープ仕立てでとても美味しい料理になるんですが、イタリアではこの詰めの作業があるということですね。で、ここにですね水が入っていて、純粋なアサリのような旨味は入ってないので、一つまみ塩入れてください。で、あとはニンニクはイタリアは必ず外します。なんですが、ニンニク好きな方はこのまま入れといてもいいですし、お好みです。で、あとはこう煮詰めていくだけなんですが、要は今日水を入れました。もちろんこれを魚だしに変えてもいいし、あさりだし、旨味が強いものに変えてもいいんですが、そもそもですねこの鯛というお魚自体からもしっかりと旨味が出るし、このミニトマトも甘みが強いので、煮ているだけで結構旨味が出るので、詰まっていくとあさりが入ってないのにものすごい濃いお出汁が取れるんですね。あとは水の量は100cc ぐらい 120cc ぐらい入ってはいるんですけど、実際水の量はもっと多くても大丈夫で、強火でこう結局は煮詰まっていくので、そんなに水の量はですね重要ではなくて、どれだけ煮詰めるのかということが今日は大切になります。で、今トータルで、3分ぐらい煮込んでいきました。で、魚ちょっと押してみるとふわふわのふわふわの状態です。もうこれはですねたまらない火入れになっております。ちょっとニンニクはイタリアに倣って今日は外しまして、
ちょっとこうフライパンを揺すってあげるとですね、あと水分がどれぐらいあるのかなっていうことを確認して、であとはもうほぼ仕上げなんですけど、アクアパッツァっていうのは、パッツァっていうのは狂ったっていう意味があるので、要は荒れ狂った海を表している言葉でもあるので、この今グツグツって強火でやってるのがアクアパッツァです。で最後にですね、ちょっとこの水分が減ってきたので煮汁を回しかけて、煮汁が濃度ある感じですよ。美味しそうです。で見てください。とろっとした感じになってきたので、最後に火を切ってオリーブオイルを回しかけて、でパセリを、これはもうイタリアンパセリでもパセリでもどちらでも大丈夫です。で最後にパセリ入れて、この見てください、このとろっとした感じです。はい、それではいい感じに魚にソースがまとったので盛り付け入っていきます。はい、これでイタリアのアクアパッツァの完成です。はい、いただきます。いや、これはシンプルなんですけど本当に美味しいですよ。で結構こう強火でアクアパッツァってグワーって炊いていくので、魚の身がパサパサになってるんじゃないのって思われがちなんですが、実際食べてみるとですね、ほわほわに火が入ってて、あと魚がやっぱり香ばしく焼けてると生臭さもないですし、このアクアパッツァね、僕本当に好きな作り方で、もちろん日高シェフが日本に広めたこのアクアパッツァって本当に素晴らしくて、もう日本人の感性に訴えかけるようなアクアパッツァだと僕は思っていて、もう料理としてはもう本当に素晴らしいと思います。なんですが、このイタリアのアクアパッツァもやっぱり良さっていうのがあって、今回のこの素材の使い方もやっぱり魚のこの鯛の良さだったりとか、トマトのその旨味っていうのシンプルな構成になっているので、そのより魚のこの良さっていうのが伝わるのがイタリアの調理法なんじゃないかなと思います。今日はですね、イタリアの現地の基本のアクアパッツァをやっていったんですけど、もちろん今日本で広まっているだし、あさりが入るレシピも本当に美味しいですし、両方いいと思います。なので、料理を考える時にやっぱりベースがありつつ、そこから進化したものが日本のものなんだよってことを知ってるだけでですね、やっぱり料理ってもっと楽しくなるのかなと思います。もう少し魚のさばき方とか下処理とかですね、そういうことを知りたいっていう人はですね、公式アプリの方で魚の下処理から、あとはほとんどやる方いらっしゃらないと思うんですけど、石窯焼きとかやってるレシピとかも出してるので、興味ある方はファビオ飯公式アプリをチェックしてみてください。はい、ごちそうさまです。今日のこのイタリアの現地のアクアパッツァなんですけど、貝がなくてもできるっていうのがすごく魅力なレシピなので、ぜひ作ってみてください。はい、いつもコメントありがとうございます。楽しみに拝見させていただいてます。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。